こんにちは、和田よしみです。今日の姫ごはんはパブロバを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。でまず最初に卵白にお塩を1つまみ加えてあげて、でハンドミキサーで泡立てて、メレンゲを作っていきます。である程度泡立ったらグラニュー糖を3回に分けて加えていくんですけど、これまとめて最初に入れちゃうとメレンゲが泡立ちにくくなるので3回に分けて加えてあげてください。で結構ね、その使うグラニュー糖の量って多めなんですけど、そのグラニュー糖をたっぷり入れることによって焼いた時にサクサクした食感になります。なのでグラニュー糖の量が少ないとちょっとしっとりめに仕上がるので、グラニュー糖はたっぷり入れていただければと思います。ちなみにお砂糖とグラニュー糖って、2種類あると思うんですけど、お砂糖を入れて焼くとどうしてもしっとり仕上がりやすいので、焼き菓子の場合はグラニュー糖を使ってあげるのがおすすめです。でオーブンで焼いてあげて焼き上がったらすぐに出しちゃうとどうしてもしぼみやすかったりもするので、焼いたまんまのオーブンの中で30分ぐらい時間を置いてから外に出してあげてください。で比較的そのパブロバが甘めに仕上がるので、生クリームは甘さ控えめに泡立てていただいて、あと今回は、冷凍のブルーベリーとイチゴを解凍して乗せております。では完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。表面がサクサクホロホロって崩れ落ちる感じで、でも中がしっとりしていてとっても美味しいと思います。結構メレンゲを作る時にお砂糖をたっぷり入れて作ってるので、土台はすごく甘めなので、甘さ控えめの生クリームとか、あとフレッシュなねフルーツを添えてあげるととっても合うと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。このねフォークを入れる時にこうサクサクサクっていう感じでね、なんかこの崩れ落ちる感じがなんともいい感じです。